こんばんは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。夜のカフェバー、マスターのカニです。こんばんは。今夜はお客さんとしてお邪魔します。よろしくお願いします。いらっしゃい。今日はなんだか聞きたいことがありそうな顔だね。さすがマスター。実は日本の居酒屋とか飲食店での注文と会計がまだ苦手で。ああ、それは多くの人がつまずくところ。今夜はそれ全部解きほぐそうか。心強いです。お願いします。その前に前回の話覚えてる？お部屋を出る時の話だったね。はい、退去の時の敷金とか原状回復の話でした。そう、キーワードは立つ鳥跡を濁さず、去る場所はきれいにね。あれから私もちゃんと掃除を意識するようになりました。外食ってお店に入る前からもうドキドキするんです。わかるよ。言葉も流れもわからないと入り口で固まっちゃうよね。そうなんです。この前友達がお通しで混乱してました。頼んでないのに出てきたって。ああ、あるある。あれは知らないとびっくりするよね。それに注文も会計も何を言えばいいかわからなくて。じゃあ今夜はお店に入るところからお会計で出るところまで順番に行こう。順番にだとわかりやすそう。大事なのは丸暗記じゃなくて流れをつかむこと。流れさえ分かれば応用が効く。なるほど。じゃあまず何からですか？まずはお店に入るところ。ここで一つ必ず聞かれる言葉があるんだ。必ず聞かれる言葉、気になります。それじゃあゆっくり一緒に見ていこう。これだけ知ればもう怖くないよ。お店に入ると店員さんがまず何名様ですかって聞いてくる。何名様って人数のことですね。そう、一人なら一人です。二人なら二人です。それだけでいい。指で数を見せるだけでも通じますか？通じるよ。一本指、二本指、全然 OK。それなら安心。予約はしておいた方がいいんですか？混む時間や週末は予約があると確実だね。でも、フラッと入れる店も多いよ。満席の時はどうなるんですか？ただいま満席ですって言われる。あとは相席をお願いされることもある。相席？知らない人と同じテーブルってことですか？そう、混んでる店だとよくある。嫌なら待ちますでも大丈夫。断ってもいいんですね。もちろん、無理に座らなくていい。さあ、席に着いたら次の山場だ。席っていろいろ種類がありますよね。あるね。カウンター、テーブル、それから座敷や掘りごたつ。座敷は靴を脱いで上がる席ですね。そう。掘りごたつは足を下ろせる穴があって楽な座敷だね。予約の時席を選べるんですか？希望は言える。カウンターでとか座敷でってね。空いてれば通してくれる。タバコはどうなんですか？今は禁煙の店がほとんど。吸いたい人は喫煙席があるか聞くといい。なるほど。最初に聞いておくと安心ですね。予約って電話でするんですか？緊張しちゃいます。電話でもいいし、今はネットでできるお店も多いよ。アプリやサイトからね。ネットなら話さなくていいから楽ですね。そう、日付、時間、人数を選ぶだけ。言葉が不安でもこれなら安心でしょ。もし電話するなら何て言えばいいですか？今夜7時2名お願いします。日付、時間、人数。この順番で言えば伝わる。もし予定が変わったらどうすれば？早めに連絡する。すみません、時間を変えたいです。とかね。これが礼儀なんだ。行けなくなった時も連絡した方がいいですよね。絶対にね。黙っていかないのはお店がすごく困る。一本電話を入れるだけでいい。出ました、お通し問題。居酒屋だと席に着くとすぐ小さなお皿が出てくることがある。これがお通し。頼んでないのにお金を取られるって本当ですか？本当。でもぼったくりじゃないよ。席料みたいなものなんだ。席料。席に座る料金ってことですか？そう。だいたい300円から500円くらいのことが多いかな。お店によって違うんですね。違うね。お通しがない店もあるし、断れない店も多い。これは文化だと思って。なるほど。知ってればもう驚かないにゃ。その息。心配なら入る前にお通しはありますかって聞いてもいい。もしお通しが苦手な食べ物だったらどうすればいいですか？正直に言っていい。これ食べられないんですってね。交換してもらえるんですか？お店によるけど別のものに変えてくれることもある。聞くだけ聞いてみよう。アレルギーがあるときは特に大事ですよね。本当に大事。卵アレルギーですみたいにはっきり伝える。これは遠慮しちゃダメ。
健康のことだからしっかり言わなきゃですね。そう、お店も知らないと困る。早めに伝えればちゃんと対応してくれるよ。さて、座ったらまず飲み物から頼むのが日本の定番の流れ。料理より先に飲み物なんですか？そう、まず乾杯したいからね。それで魔法の一言があるんだ。魔法の一言？とりあえず生。とりあえず、生？生は生ビールのこと。とりあえずはひとまず、まずはって意味。つまり、まずはビールでって感じですか？完璧。深く考えず、まず一杯。それがこの言葉の良さなんだよ。お酒が飲めない人はどう言えばいいですか？とりあえずウーロン茶でも、とりあえずジュースでもいい。形は同じ。それは便利。お酒なしでも使えるんですね。生ビール以外にはどんな飲み物がありますか？定番だとハイボール、サワー、それに日本酒や焼酎。サワーってよく聞きますね。果物の味がついた飲みやすいお酒だね。レモンサワーが特に人気。お酒が苦手でも楽しめますか？もちろんソフトドリンクも豊富だよ。ウーロン茶、ジュース、ノンアルもある。ノンアルはお酒の味だけど酔わない飲み物ですね。そう。それと席に着くとおしぼりとお尻が出てくることが多い。お冷やはお水のことですよね。あれって無料ですか？無料だよ。日本ではお水とおしぼりは普通タダで出してくれる。それは嬉しい。おかわりも頼めますか？頼める。お水ください。で、また入れてくれるよ。でもお水がなかなか出てこないお店もありますよね。あるね。居酒屋は飲み物で商売してるから、お水はメニューに載ってないことも多い。じゃあお水が欲しいときはどうすればいいんですか？遠慮なく店員さんにお水もらえますかって聞けばいい。ちゃんと出してくれるよ。聞いてもいいんですね。なんだか言いにくくて。大丈夫。お酒の合間にお水を挟むと悪酔いしにくい。むしろ賢い飲み方なんだよ。お酒とお水を交互に覚えておきます。次は料理ですよね。メニューを見ても何を頼めばいいか迷っちゃう。そんな時は店員さんにおすすめは何ですかって聞くのが一番。おすすめってよく聞きますね。その日の新鮮なものや人気のホッピンを教えてくれる。失敗が少ない。一品って一つの料理ってことですか？そう、一品淵なって数える。料理を一皿ずつ頼む時に使うよ。メニューの写真を指さすだけでもいいですか？もちろん、これくださいで十分。写真があるメニューは本当に助かるよね。苦手な食べ物があるときは伝えられますか？言える。これは入っていますかとか、抜いてもらえますかが便利だよ。ちなみにマスターのおすすめの一ピナって何ですか？私はね、だし巻き卵が大好きなんだ。これはぜひ頼んでほしい。だし巻き卵。ふわふわの卵焼きですね。そう、だしが効いててあったかくて優しい味。お酒にもご飯にも合うんだ。なんだかほっとしそうな味ですね。そうなんだよ。それと最初の一品なら枝豆や冷ややっこも外さない。軽くてすぐ来る。枝豆は塩茹でした豆のおつまみですね。それとがっつり食べたいなら唐揚げ。揚げたては最高だよ。唐揚げは鶏肉の揚げ物。みんな好きですよね。迷ったらだし巻き卵、枝豆、唐揚げ。この3つから始めればまず幸せになれる。覚えやすい。最初の3品ですね。焼き鳥も食べたいです。居酒屋の定番ですよね。もちろん、串に刺した鶏肉を香ばしく焼いたもの。これも外せない。焼き鳥は串の鶏肉ですね。一つだけ気になることが。何？遠慮なくどうぞ。たまに中が赤いまま出てくることありませんか？いいところに気づいた。鶏肉の生焼けは本当に注意してほしいんだ。生焼けは火がちゃんと通ってないことですね。そう、生や半生の鶏肉にはカンピロバクターっていう菌がいることがある。カンピロバクター。なんだか強そうな名前。当たると大変。お腹を壊して下痢や発熱、ひどい腹痛が出ることがあるんだ。それは怖いです。どう気をつければ？中までしっかり火が通ってるか、切り口が白くなってるか、これを見て確認する。赤いままだったらどうすればいいですか？遠慮しないで、もう少し焼いてもらえますかって店員さんに頼んでいい。言っていいんですね。安全のためなら当然ですね。そう、ちゃんと焼けた焼き鳥は本当に美味しい。怖がらず、でも無理はしない。メニューにコースとか飲み放題って書いてあるの、あれは何ですか？いい質問。まず、一皿ずつ頼むのが単品。決まった料理がまとめて出るのがコース。単品は単品。一つずつ
てことですね。そう。で、飲み放題は決まった時間、お酒を好きなだけ飲める仕組み。好きなだけ。それはお得ですね。お得だね。食べ放題なら料理が好きなだけ。時間はだいたい2時間が多いかな。時間制限があるんですね。そう、時間制限。ラストオーダーの時間も決まってる。後で詳しく話すね。単品とコース、どっちがいいんですか？少人数で好きなものだけなら単品。大人数や宴会ならコースが楽だよ。宴会って大きな飲み会のことですね。その通り、会社の歓迎会とか忘年会とかね。それと知っておくと安心なのが時間制。多くの居酒屋は2時間制が基本なんだ。2時間制。一つの席に2時間までってことですか？そう、特に混む時間や飲み放題の時はだいたい2時間で区切られる。2時間って結構あっという間ですよね。そうなんだ。だから入る時に何時まで大丈夫ですかって聞いておくと安心。時間が近づいたら教えてくれるんですか？教えてくれる。お時間あと10分ですってね。そしたらゆっくり閉めればいい。延長はできるんですか？空いてれば延長できることもある。混んでたら難しい。これも店によるね。そもそも店員さんってどうやって呼べばいいんですか？すみませんって軽く手を挙げればいい。これが定番。大きい声を出しても失礼じゃないんですか？居酒屋なら全然失礼じゃない。むしろそれが普通なんだよ。意外。テーブルにボタンがある店もありますよね。あるね。呼び出しボタンを押せば店員さんが来てくれる。最近はタッチパネルで注文する店も増えましたよね。増えた。画面で言葉を選ぶから話さなくていい。外国の人にはむしろ楽かも。英語に切り替えられる画面もありますもんね。そう。言葉が不安でも最近のお店は結構優しい作りになってる。注文を終わりにするときは何て言うんですか？以上でとか、とりあえず以上で。これで注文終わりの合図になる。以上ではこれで全部ってことですね。そう。あと店員さんが注文を最後に復唱してくれることが多い。復唱はもう一度繰り返して確認することですね。そう。聞いてて合ってたら、はい、お願いします。違ったらその場で直せばいい。その場で直せるなら安心ですね。頼んだ料理ってすぐ来るんですか？それがね、ものによる。すぐ来るものとすごく時間がかかるものがあるんだ。すぐ来るのはどんな料理ですか？枝豆やハレハッコ、お刺身みたいな火を使わないもの。これをスピードメニューっていう。スピードメニュー、すぐ出てくる料理ってことですね。そう。逆に揚げ物や焼き物は作るのに時間がかかる。混んでるとなおさら。お腹ペコペコの時に来ないと辛いですね。わかる。だからコツはね、最初にスピードメニューを一つ頼んでおく。なるほど。先にすぐ来るものを頼んでおくんですね。そう。それをつまみながらゆっくり待つ。これでイライラしないで済むんだ。賢い。お腹も気持ちも落ち着きますね。そういうこと。時間がかかりそうなものは店員さんにどれくらいかかりますかって聞いてもいい。料理が来たら日本ではみんなで分けて食べることが多いんだ。一人一皿じゃないんですね。大皿で来てそれを取り分ける。その時に使うのが取り皿。取り皿は取り分けるためのお皿ですね。そう。足りなければ取り皿をくださいって頼めばいい。自分の箸で取ってもいいんですか？親しい人となら大丈夫。でも丁寧にするなら取り箸を使うと綺麗だよ。取り箸は取り分け専用のお箸ですね。気が利いてる。シェアする文化だからこういう道具があるんだね。大皿が来た時、自分から取り分けた方がいいんですか？やってくれると喜ばれる。でも義務じゃない。気づいた人がやればいいくらい。全部自分がやらなきゃとは思わなくていいんですね。そう。肩の力を抜いて。それと取り分けるときはみんなの分を同じくらいに。最後の一個って残りがちですよね。あるある。これどうぞって勧め合う。あの感じ、すごく日本的で好きなんだ。遠慮し合うんですね。なんだか優しい。飲み物が空いたらもう一杯欲しいとき、どう言えばいいですか？簡単。同じものをもう一つ、またはおかわりください。おかわりって便利な言葉ですね。便利だよ。料理をもっと頼むときは追加でこれをお願いします。追加は付け足して頼むことですね。その通り。最初に全部頼まなくていい。お腹と相談しながら少しずつでいい。
それなら頼みすぎないで済みますね。そう、残すともったいないし、追加できると思えば気が楽でしょ。追加ってどんなタイミングで頼むのがいいんですか？お皿が半分くらいになったら、それくらいで頼むとちょうど間が空かない。なるほど。空っぽになる前になんですね。そう、それとさっきのラストオーダー、あれの前に欲しいものをまとめて頼むといい。ラストオーダー前の駆け込みですね。そう、ラストオーダーですって言われたら、最後の一杯と締めの一品を考える。締めって最後に食べるご飯物とかですか？そう、ラーメンやお茶漬け、おにぎり、お酒の後の締めは格別なんだよ。締めのラーメン聞いたことあります。一度やると癖になる。ただし、食べ過ぎ注意だけどね。飲み会で相手のグラスにお酒を注ぐの、あれは何ですか？お酌っていう習慣だね。相手のグラスが開く前に注いであげる。お酌はお酒を注いであげることですね。やらないと失礼ですか？昔ほどうるさくないよ。やれたら感じがいいくらい。気負わなくて大丈夫。もしもう飲めないときはどうすれば？はっきり、もう大丈夫です。でいい。無理に飲む必要は全くないんだ。無理に勧められたら断っていいんですね。もちろん、自分のペースが一番。ソフトドリンクに変えても全然いいんだよ。そういえば食べ放題って残したらどうなるんですか？実はね、たくさん残すと追加の料金がかかる店もあるんだ。そうなんですか？じゃあ頼みすぎ注意ですね。そう、食べ放題こそ少しずつ食べきれる分だけ頼むのがコツ。もし料理が余ったら持ち帰りはできますか？それがね、日本だと持ち帰りできない店が多いんだ。食中毒の心配があるから。それで残さず食べるのが大事なんですね。そういうこと。最近は持ち帰り OK の店も少しずつ増えてるけどね。さっき言ったラストオーダーの話。お店が閉まる前の最後の注文の時間ね。それを過ぎるともう頼めないんですか？頼めない。だから店員さんがラストオーダーですって声をかけてくれる。親切ですね。最後に欲しいものがあればそこで頼めばいいんだ。そう。それともう一つ、看板って言葉聞いたことある？看板？お店の前の大きな表示のことですか？それも看板。でもお店ではそろそろ看板ですで閉店の時間って意味になる。同じ言葉で閉店の意味になるんですね。面白い。言われたらゆっくり飲み終えてお会計に進めばいい。慌てなくて大丈夫。楽しいとつい飲みすぎちゃいそうで心配です。気持ちはわかる。でも無理は禁物。さっき言ったお水をこまめに挟むのが一番。禁物はしちゃいけないってことですね。そう。秋っ腹で飲むのも良くない。何か食べながら飲むと酔いにくい。もし気分が悪くなったらどうすれば？我慢しないで店員さんに言う。お水をもらって少し休む。それで大丈夫。帰りは運転しちゃダメですよね。絶対ダメ。飲んだら乗らない。電車かタクシーか歩き。これは日本でも世界でも同じ。飲んだら乗らない。大事な約束ですね。いよいよお会計。これが一番緊張します。大丈夫。まずお会計には2つのやり方がある。これを知るとぐっと楽になる。2つのやり方。一つはテーブルで払う方法。もう一つはレジまで行って払う方法。どっちかどうやってわかるんですか？テーブルに伝票があったらそれを持ってレジへ行くことが多い。伝票で注文と値段が書いてある紙ですね。そう。それをレジで渡すが合計を教えてくれる。店員さんを呼んでその場で払うこともありますよね。あるね。その時はお会計お願いします。これさえ言えればもう怖くない。お会計お願いします。覚えました。ちなみにお勘定も同じ意味。どっちを使っても通じるよ。お勘定も会計と同じなんですね。現金で払うとき、ちょうどの金額がなくてもいいんですか？もちろん多めに出せばお釣りをくれる。きっちり計算しなくて大丈夫。お釣り払いすぎた分が戻ってくることですね。そう。例えば2800円なら3000円出す。お釣りは200円だね。小銭があれば出した方がいいんですか？出すとお釣りがすっきりする。でもじらなくていい。後ろの人を気にしすぎないで。つい焦っちゃうんですよね。わかる。でもゆっくりで大丈夫。お店も待ってくれる。落ち着いて出せばいい。
友達と行った時、支払いってどう分けるんですか？よくあるのは合計を人数で分ける。これを割り勘っていう。割り勘は均等に分けることですね。そう、レジで別々でお願いします。といえば、一人ずつ払えるお店もある。別々は別会計ってことですね。そう。ただ忙しい店だと別々が難しいこともある。先に決めておくとスマート。誰かがまとめて払うこともありますよね。あるね。年上の人が、ここは私がっておごってくれることもある。おごってもらったらどう返せばいいですか？ごちそうさまです。ありがとうございます。それで十分気持ちが伝わるよ。大人数の時、誰かがお金を集めることありますよね。あるね。そのまとめ役を幹事っていう会の準備も進行もする人。幹事はまとめ役ですね。大変そう。大変だよ。だからお金はすぐ渡してあげるとすごく助かるんだ。お釣りがないように用意しておくといいですか？それ最高。ちょうどありますってぴったり出すと幹事さんがにっこりするよ。気が利く人って思われそう。そう。小さなことだけど、こういう気配りがまた誘ってもらえるコツなんだ。支払いはカードでもできますか？できる店が増えてるよ。カードや電子マネー、スマホのコード決済もね。でも現金しか使えないお店もまだありますよね。あるある。特に古い小さなお店はね。だから現金も少し持っておくと安心。入る前に確認できますか？入り口に使えるカードのマークが貼ってあることが多い。それを見るといい。会社の経費で使うとき、領収書ってもらえますか？もらえるよ。領収書をお願いしますって言えばいい。領収書は支払いの証明になる紙ですね。そう。宛名が必要ならお宛名はって聞かれる。会社名を伝えればいい。電子マネーやスマホの決済も最近は多いですよね。多いね。スマホの画面のバーコードや QR コードを見せて払う。一瞬で終わる。サインも暗証番号もいらないんですか？コード決済なら大抵いらない。カードの時は暗証番号かサインがいることもある。暗証番号は自分だけの秘密の番号ですね。そう、人に見られないように入力してね。それとお店によってはポイントも貯まる。ポイントカードはありますかって聞かれることありますね。あるね。なければないですで大丈夫。慌てて作らなくていいんだよ。選択肢が多いと便利ですね。そう。でも念のため現金も少し。これが一番確実なんだ。大事なこと。チップは払うんですか？日本ではチップはいらない。これははっきり覚えておいて。本当にいらないんですか？いらない。メニューの値段にサービス料が入ってることが多いんだ。じゃあお礼の気持ちはどう伝えればいいですか？帰る時にごちそうさまでした。これが最高のチップだよ。ごちそうさまでしたですね。言葉で気持ちを返すんだ。そう。作ってくれた人、出してくれた人への感謝の一言。とても日本らしい。お金じゃなくて言葉。なんだかいいですね。細かいマナーで気をつけることってありますか？いくつかね。まず、おしぼりは手を拭くもの。顔やテーブルは拭かない方がいい。つい顔を拭きたくなっちゃいます。気持ちはわかる。でも本来はペヨーなんだ。それと箸の使い方にもマナーがある。箸のマナーですか？うん。ご飯に箸を突き立てない。それから箸から箸へ食べ物を渡さない。それには意味があるんですか？どちらもお葬式を連想させるから、知らずにやりがちだから覚えておくといい。なるほど。知らないとうっかりやっちゃいますね。そう。でも気負わなくて大丈夫。一つずつ覚えれば自然に身につくよ。お店を出た後、二次会に行くことありますよね。あるね。一軒目の後、場所を変えてもう一軒。それが二次会。二次会は2回目の集まりってことですね。そう。でも無理に付き合わなくていい。眠かったら一次会で帰ってもいいんだよ。断るときは何て言えばいいですか？今日はこの辺でとか、また誘ってください。柔らかく言えば佐渡が立たない。また誘ってくださいっていいですね。前向きで。聞き忘れてました。予約してお店に着いたらどうすれば？入り口で予約した田中ですみたいに名前を言えばいい。それで席に通してくれる。予約した名前を言うんですね。そう。予約してないときはさっきの何名様から始まる。どっちでも大丈夫。
もし少し遅れそうな時は？ポンでは5分ほど遅れます。これで席をキープしておいてくれる。連絡さえすれば慌てなくていいんですね。そういうこと。一言の連絡が信頼につながる。これも立派なマナーだよ。最後にありがちな失敗を一つだけ。頼みすぎちゃうこと。わかります。メニューを見てると全部美味しそうで。だからさっきの追加が効くんだ。少なめに頼んで足りなければ足す。なるほど。残さない方がお店にも優しいですもんね。そう、流れをまとめると、入って、飲み物、料理、お会計、たったこれだけ。言われてみればすごくシンプルですね。そう、一回やれば体が覚える。次からはもっと楽しめるよ。今度こそ落ち着いて外食できそうです。じゃあ、今日の言葉を一つ送らせて。ちょっと整理してみようか。とりあえず生。とりあえず生。さっきのまずは一杯ですね。そう、実はこのとりあえず、お店以外でもすごく使えるんだ。どんな風にですか？とりあえずこれだけやっておこう。完璧じゃなくて、まず最初の一歩。勉強にも使えそう。とりあえず5分だけやるとか。まさに、完璧を目指して動けないより、とりあえず始める。いい考え方だよ。もう一回お店での言い方教えてもらっていいですか？とりあえず生。飲めない人は、とりあえずウーロン茶。まず、一杯からね。とりあえず生、今夜一番覚えました。じゃあ最後に練習。今日の3つのキーワード覚えてるかな？はい。お通し、おすすめ、そしてお会計。完璧。みんなも声に出して言ってみよう。いくよ。3、2、1。お通し、おすすめ、お会計。いいね。この3つを知ってるだけで外食の不安はぐっと減るんだよ。さて、今夜はこの辺で外食の不安少しは軽くなったかな？はい、すごく。今度本当に居酒屋に行ってみたくなりました。それは何より、最初は緊張しても一回行けばぐっと身近になるよ。見てくださってる皆さんも外食での失敗談、コメントで教えてくださいね。気に入ったらチャンネル登録して、また夜にフラッと寄ってよ。待ってるよ。今夜もありがとうございました。おやすみなさい。